皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいるところは今日はすごくいい天気です。どんどん暑くなってきましたね。そして今日のポッドキャストでお話ししていくのは自分らしさについてです。自分らしさ。また今日もちょっと難しいお話というか、私の考え方、感情とかそういったお話をしていきます。なんか、こういうお話をする方が好きなんですよね。今日の動画では私の考えること、皆さんにも知ってほしいこと、そういったことについてお話ししていくので、よかったら最後まで見ていてくれると嬉しいです。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、まず最初にお話ししていくのは、私はどっちにもなりきれない人間なんですね。すごく中途半端な人間。どういうことかというと、私は怠け者でもあるし、怠け者でもないんですね。どっちにもなれない。ポジティブでもないし、すんごくネガティブってわけでもない。そういうふうに真ん中を生きています。例えば、私は前々から言っているように、朝5時に起きて、ジムに行って、運動して、帰ってきて、朝ごはん食べて、英語を勉強して、そして仕事をする。そういった風に結構きちんとした生活、規則的な生活を送っています。なので、これを聞くと、怠け者じゃないじゃんって思うと思うんですけど、すっごく怠け者なんですね。例えば、私の部屋に飾っているカレンダー。カレンダーはまだ2月のままで止まっています。今5月ですよね。2月のままで止まっていたり、それはまだマシです。この前まで2024年のままでした。1年前の4月だったかな。1年前の4月のカレンダーのままずーっと置いていたんですね。他にも私は部屋を片付けるのがすごく苦手なんですね。脱いだ服は散らかしっぱなしだし、使った化粧品はその辺に置きっぱなしだし、他にも、なんだろう、ご飯を作るのが面倒で、食器を洗ったり、ご飯を作るのが面倒で、最近は食べないっていう選択をします。すごく怠け者でしょ？めんどくさいからもうご飯食べなくていいやとか、そういう考えをしてしまうようになったんですね。なので、痩せました、すごく。最近ちょっと太ってたから、まあちょうどいいんですけど、気づいたら3キロ痩せてたんですよね。なんか、そう、ご飯を作って、また食器を洗ったりするのがすごく面倒だなって思ってしまうんですね。これを聞いたらすごく怠け者だと思うんですね。本当にその通りで、私はどっちにもなれないんですよね。すごく怠け者かと言われたら、すっごく規則正しい生活をしてるし、でも本当に規則正しい生活なのかと聞かれたら、ご飯を作るのもめんどくさいし、片付けもできない。そういう中途半端な感じなんですね。どっちにもなれない感じ。それが私です。そして他にも高校生の時、私はクラスのポジティブな人たち、すごく明るくて、いつも元気で、授業中も結構喋ったりする感じの、そういう人たちに憧れたというか、
そういう人たち明るくていいなって思ってたんですね。羨ましいというか、私もそうなりたいって思うことがすごく多かったんですね。なので私は無理して頑張ってちょっと授業中に喋ってみたり、みんなが楽しそうにしている時に私も楽しそうにしてみたり、楽しくないのに、全然面白くなくても笑ってみたり、そんな風にしてたんですね。でも、やっぱり何か違うんですよね。心の底から楽しむことはできないし、心の底からそういうポジティブな人、明るい人、元気な人になることはできなくて、結局ある時疲れてやめたんですね。その明るいふりをする。明るい人のふり、元気な人のふり、授業中に話す人のふり。そういったのをすべてやめたんです。疲れちゃって。もう嫌になったんですね、その時。なんか、やっぱり一人の方が楽だなって思うようになりました。それで、私は結構自分らしさというか、自分そのものでいることにしたんですね。別に面白くなかったら笑わないし、嫌な時は嫌って言うし、そういう風に自分らしさを極めたというか、自分らしいままでいるようにしたんですね。そしたら何が起こったかというと、同じような人たちが近くにやってきました。同じように面白いって思うところが一緒だったり、同じようにそんなに無理して笑わない、結構ネガティブなとこもあれば、ポジティブなところもある。そんな風に過ごす人たちが近くに来るようになったんですね。自分に似た人たち。周りの人って自分の鏡だと思うんですね。自分を映し出した人が近くにやってくると思うんですけど、本当にその通りだなって思いました。頑張ってポジティブなふりをしているときは、やっぱり本当の友達っていうか、自分の思ったこととか悩みとかを相談できる人はいなかったんですね。でも自分らしさを表現するようになってから、同じような似た人たちが近くに来てくれたから、自分が思ってることとか悩んでることとか言えるようになったんですね。で、私はそれがすごく幸せだったんですね。やっぱり自分らしくいないとどこかで嫌になるタイミングが来る。もう無理だっていうタイミングが来ると思ってて、だから私はある時それに気づいて、もう自分らしくいることにしたんですね。私たちってやっぱり誰かに100%合わせて生きていくことって無理じゃないですか。絶対にいつか疲れが来ますよね。なので私は皆さんにもそういうふうに無理をしてほしくなくて、自分らしく生きてほしいなと思うんですね。私はまだそれが完璧にできるわけじゃないし、今まだ頑張っている最中だけど、やっぱり100%人に合わせて生きていた時と今を比べると、今の方が断然幸せなんですね。人と話すことも少ないけど、それが私らしいというか、人と話すことが苦手、人とコミュニケーションを取ることが苦手っていうありのままの自分を受け入れたんですね。自分を受け入れるっていうことが私はすごく大切だと思います。そして自分らしく生きている時に近くに来てくれた人、そういう人を大切にしたいなと思うし、大切にしてほしいなと思うんですね。自分らしくしている時に近くに来てくれる人って、私は本当の友達、皆さんにとって本当の大切な人だと思います。私がこの前からお話ししている親友は、
私が私らしくなってから仲良くなったんですね。高校生の時、自分をまだ取り繕ってる時は、そんなにすごく打ち解けてるというか、そんなに何でも相談できる関係ではなかったんですね。でも、高校を卒業してから、何がきっかけかわからないけど、私が結構自分らしく生きるようになって、それからその子とすごく仲良くなったんですね。なので、その子は私にとってすごく大切なんですね。なぜかというと、私が私のありのままの時、私自身の姿のままの時に来てくれた友達だから、私はその子がすごく大切だし、これからも大切にしたいなって思うんですね。で、この前の動画のことなんですけど、ドラマのお話をした時、あの話をする時すごく楽しかったけど、実は10回以上撮り直してるんですね、動画を。なんだか心の底から自分らしく話せなくて、納得できなくて。なので、編集している時も違和感というか、なんだか自分らしくない感じ。ああいうすごく楽しい、明るい感じで話すっていうのが、自分らしくないというか、なんか無理はしてなかったけど、無理をしているように見えるなって思ったんですね。だからこれからはあんまり、ああいうずっとなんかニコニコ、ワイワイ話してる感じの動画は作れないかもしれない。いつもああいう話をしようとすると、声が出なくなるんですよね。なんでかわからないけど。本当に声が詰まってしまうというか、声が出なくなる感覚があって、だからこの前の動画もちょっと時間がかかってしまったんですね。でも今日みたいにこういう本当にリラックスした感じ、自分が話したいこと、自分が伝えたいことを話すのは私にとって結構楽しいというか、結構いい感じ、なんか本当に自分らしくいれる。だからこれからもこういう自分らしさを大切にして動画を作りたいなと思います。私のこういう深い話、私らしく話しているところを見て、皆さんが好きになってくれたらすごくすごくそれは嬉しいです。でももしかしたらこういう話は求めてないって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、でも私は、この YouTube で自分らしさを大切にしながら、私にしか作れないような動画を作っていきたいんですね。私だから話せること、私だから作れるような動画を作りたいなって思ってます。皆さんにこの動画を好きになってくれたらすごく嬉しいです。はい。なので皆さんも自分らしさを大切にして過ごしてくださいね。自分らしく生きていたらきっとその自分らしさに似た人たち、私で言うとこういうちょっと中途半端などっちにも振り切れないような人たち、そういう人が近くに来てくれて、そういう人と仲良くなって、そういう人と幸せに過ごすことができると思います。だから皆さんの中にも、もし今自分を作って何かになりきろうとして合わせながら生きている人たち、苦しいなって思っている方たちは自分らしく生きてくださいね。自分らしく生きていたらきっと自分も幸せに生きれるし、周りの人も幸せにできると思います。はい。では今日はこんな感じで自分らしさについてお話ししました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？
こういう深い話をするのがすごく好きなので、皆さんにも何か大切なことが伝わっていたらすごく嬉しいです。では今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。